こんにちは、タロタロです。テオテスカトルを100体討伐して立ちソロで3分台で倒すことができたので、今回の動画ではテオの個別のモーションに対して太刀で自分がどのように対処しているかについて話していこうと思います。今回紹介するモーションは全部で18種類ですが、テオは粉をまとっている状態と炎をまとっている状態の2つの状態があるので、少し分量は多いと思います。一応個別の技ごとにチャプターを割り振っていこうと思うので、良ければ気になるモーションだけでも見ていただけたら幸いです。それでは早速見ていきましょう。まずは方向についてです。テオもクシャルと同様に長い方向と短い方向があります。長い方向はカウンターの後に兜割りを打つチャンスでもあります。立ち上がるような動作が方向の予備動作になっていて、顔が頂点に差し上がった時に方向の判定が出ます。そして短い方向の時は兜割りを打つと反撃を食らう可能性があるので注意が必要です。次は振り向き腕攻撃です。顔を少し下げてから腕を振り払うタイミングで攻撃判定が出ます。自分は腕が振り払われた後の頭の位置を狙ってその方向に刃刀基陣切りをするようにしています。またこの状態の時は直後に粉塵が爆発するので注意が必要です。次は少し珍しいですが振り向き噛みつき攻撃です。先ほどよりも少し顔を高く上げるのが特徴で、噛みついてきた時にカウンターを合わせるように意識しています。この攻撃の後は隙が少ないのですぐに居合をしています。次は飛び込み攻撃です。少しジャンプしそうな体勢になった後に飛び上がりの時の頭に判定があります。そして距離によっては頭ではなく着地する時の後ろ足にも判定があるので注意が必要です。基本的には距離感を意識して体に触れるタイミングで居合を押すようにしています。次は突進攻撃です。古竜特有の突進してくるモーションになった後に直線的に突進してきて体全体に判定があります。個人的には気持ち早めに入力すると頭に当たりやすくておすすめです。そしてこの状態の時は突進の後残った粉塵が爆発するので注意が必要です。次はとてつもなく速い腕攻撃、通称猫パンチです。あまりに速すぎて切れたので攻撃の速度を測ってみたら 0.4 秒でした。人間の平均反射速度は 0.3 秒と言われているので 0.1 秒だけ反応に猶予があります。この攻撃は手は右手でしかしてこないので右手をよく見て振り下ろす瞬間で居合を押すようにしています。またこの状態の時は粉塵を発生させた後に口を噛んで爆発させてきます。それを意識しておくと粉塵のタイミングで兜や居合などを合わせやすいです。次は噛みつき攻撃です。こちらも攻撃の速度が 0.6 秒とかなり速い攻撃です。このようなちょっとした移動の後にやってきやすく、噛みつきのタイミングで居合を狙っています。ただしこちらの攻撃は噛みつきに吹っ飛ばし判定がないので、噛みつきは受けて次の攻撃に居合でも十分いいと思います。次は尻尾を2回振ってくる攻撃です。基本的には尻尾を振ってくるタイミングでカウンターを狙ってますが、尻尾自体に居合を当てるのは少し難しいのでカウンターの後は後ろ足を狙うようにしています。次は斜め方向へのブレスです。この状態の時は斜め方向に粉塵爆発を発生させながら顔付近には少し噛みつきの判定があるので近距離の時はそのタイミングで居合を合わせるように意識しています。そして炎状態の時は顔の前面に炎が吐かれるので頭を横に向けて炎が吐かれたのを確認してから居合をするようにしています。そしてこのモーションも後隙は少ないのですぐに居合をしています。次は横移動しながら噛みついてくる攻撃です。片足を上げながら口を大きく開くのが予兆になっていて、その後は回転してくる顔付近に判定があります。またこの状態の時は粉塵とともに移動してきて、その後猫パンチが来たら口の噛みつきとともに一斉に爆発します。そして横移動の後に斜めブレスをしてくる場合もあって、その場合はブレスの直後に一斉に爆発します。また横移動の後に飛び込みをしてくる場合もあって、この場合は飛び込みの着地とともに全てが爆発します。基本的には横移動の粉塵に警戒しつつその後の行動に合わせて対応していきます。次は空中に飛び上がってから滑空攻撃をしてくるモーションです。
炎まとい状態以外で飛び上がったら基本的に滑空攻撃をしてきます。飛び上がったのを確認したら居合で待ち構え、突進と同じような感覚で体が来た時に居合を当ててあげます。そしてその後は少し隙があるので距離を詰めるようにしています。次は炎まとい中にやってくる空中限定の火炎放射です。起こっていない時はこのまま着地するので着地タイミングで兜を合わせるようにしています。そして起こっている時はブレスの後に滑空攻撃をしてくるので居合をして待ち構えます。そしてこの派生の後は少し長い威嚇が入ります。次は放射状のブレスについて2つの状態ごとに説明します。まずこの状態ではこのように前方に6個の爆発を仕掛けてきます。まず赤ゲージが溜まっていない時は最後の2回の爆発の位置に移動してから居合をして視点を右に移動させて1つ前の爆発のタイミングを測ってから居合をするように意識しています。一番最後の爆発の方が前2つのリズムがあるので合わせやすいですが腕に当たりやすいです。赤ゲージが溜まっている時は相手の前まで行ってから兜割りのジャンプを利用して爆発をかわすか、相手の大きさ次第では頭と腕の間に入り込んでそこで兜をすれば爆発に当たらないで済みます。そして次は炎状態中の火炎放射です。基本的には火炎をかわして兜割りを狙っています。火炎放射の予備動作は頭を横に振って特徴的なので居合で待ち構えた後に顔を下ろしたところら辺を狙って居合をすると当てやすいです。その後はテオの左腕の方向に行くと安全に兜割りを狙えるかと思います。そしてもし居合が届かない距離で構えていた場合は前に進んでからもう一度居合をし直してカウンターを当てるか、前に進んでから前方向に見切りをしてその後居合を構えてカウンターを当てるか、赤ゲージが溜まっている時は前に進んでから兜割りで距離を詰めるなどの選択肢を考えています。次は周囲に粉塵を撒いて爆発させてくる攻撃です。かなり攻撃に隙があるので積極的に兜を狙っています。ただしもしこの状態の時は粉塵を爆発させる前にワンモーションを挟む時があるので警戒が必要です。粉塵の置き方には2種類あって、1つはこのように遠くに発生させるパターン、そしてもう1つは周囲に発生させるパターンで、この時は爆発をかわす必要があります。赤ゲージが溜まっている時は安全に爆発から離れて爆発の直後を狙って兜割りを当てるといいと思います。ゲージがない時は粉塵に対して居合を狙っています。基本的にはテオが口をカチッと鳴らした後に爆発させていきます。しかしテオがカチッと言う前に一度首をかしげてきた場合、噛みつきと同時に爆発するので警戒が必要です。次は縦に連続する粉塵爆発攻撃です。これはテオがこの状態の時限定でやってきます。状態を高く上げて縦に連続した粉塵を発生させるのが予兆になっていて、着地と同時に手前から奥に向けて連続して爆発を発生させてきます。この後は長い威嚇が入るので兜割りのチャンスです。少し距離があるときは着地から少し遅らせて居合をすると当てやすいと思います。また少し粉塵で画面が見づらくなるので視点を横に向けて着地のタイミングを測るのもおすすめです。次もこの状態限定の技で前方に大爆発を発生させてくる技です。この後には攻撃チャンスがあります。状態を上げた後に球状の大きい粉塵が出るのが予備動作で、顔が地面についたあたりで居合をしてあげると綺麗に頭に入れることができると思います。正直これを居合でかわしてる瞬間が一番好きです。次は真下への火炎放射攻撃です。炎まとい限定でやってきます。基本的には攻撃の範囲外に逃げつつ攻撃の後には隙があるので攻撃が終わるのを見計らって兜割りを狙っています。赤ゲージがない時はシンプルに離れてから近づいて攻撃を当てるだけにしています。最後は必殺技のスーパーノヴァです。まといを解除していればあまり見る機会はないんですが、基本的には離れて逃げてその後に兜割りを合わせています。ここまでご視聴お疲れ様でした。テオはかなり個々の動きが速くて反射神経が求められるモンスターなんですが、ここまでバチバチにインファイトできるモンスターはライズだとあまりいないのかなとは思っていて、かなり楽しんで攻略しながら倒すことができました。この前紹介したクシャルに比べるとかなり難易度は高いのかなと思いますが、少しでもこの動画が攻略の助けになれば幸いです。また自分が3分54秒で討伐した動画も別の動画に上げてるので、もしよければ合わせて見ていただけたら嬉しいです。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。